雷号丸と地べたの物語。雷号丸が空を飛びたいと思い始めたのは、夜に大風の吹いた次の、ある晴れた、心地よい風の吹いている午後のことでした。昨日の大風で、折れたりちぎれたりした木の枝や草の茎が地面にはたくさん落ちていて、いつも探すのが大変なあの大好きな赤い実も。雷号丸は天が味方してくれてると思いました。これから何でもうまくいく。約束された処女飛行の夢を見ながら眠りました。それから何日も何日も、雷号丸は空を飛ぶ訓練をします。羽を羽ばたかせ、地上を走り回りました。大風の中、風に向かい、目を見開いて立ち続けました。朝起きると、コココと誰かが餌をついばむ声がします。慌てて飛び出した雷号丸が見たものは、なんと地面に落ちた赤い実をついばむ地べたでした。地べたは嬉しそうに言うのです。ついに私にもその機会が回ってきた。私も空を飛ぶための準備を始めようと思います。そう言って、地べたは黙々と雷号丸が空を飛ぶための食料を食べているのでした。雷号丸は、それは自分の分だと言おうとしましたが、やめました。まだ餌はたくさんありましたから。雷号丸は裏庭の土手に登ります。それは5メートルはあろうかという巨大な土手でした。その土手の上から見た下界は、まるで地の底のように見えました。その地で餌をついばんでいる地べたは惨めに見えました。さあ、飛ぶぞ。雷号丸はそう思いましたが、その時、お腹がぐーっとなります。今日はやめておくことにしました。明日またお腹いっぱい赤い実を食べた後、空を飛ぶことにしました。次の日は雨でした。雨の日は小屋の中でじっとしているしかありません。横で地べたがしきりにバタバタと羽を羽ばたかせ、空を飛ぶ練習をしていましたが、雷号丸は悠然と構えていました。少し眠くなったので昼寝をしたほどです。次の日の朝、事件は起こりました。雷号丸は目を覚ましました。朝の風が優しく吹いて、雷号丸の産毛を撫でて、朝のまだ優しい太陽の光が雷号丸の体を光らせてくれるのが誇らしく思えました。今日こそは飛べるかもしれない。そう思った時です。雷号丸が外が何やら騒がしいことに気づいたのは、なんとあの5メートルの丘の上に朝日を背に受けた地べたのシルエットがすっくと立っているではありませんか。そして丘の下には仲間の鶏たちが集まって今か今かと待っています。え、何をかって？もちろん地べたが空を飛ぶ瞬間をです。最初雷号丸には何が起こっているのか分かりませんでした。当然自分が何をするべきか、そして一体本当は何をすべきだったのかも。地べたの影は丘の上を離れます。激しい地べたの時の声とちぎれんばかりに羽ばたく地べたの羽音が雷号丸を襲いました。そして影が雷号丸の視線を遮ります。見上げる鶏たちも激しい時の声を上げてました。あまりに激しい羽ばたきに耐えきれなくなった地べたの羽がちぎれて舞いました。そして失速した地べたは急速に地面へと落ちていったのです。その一部始終を雷号丸は見ました。地べたは
確かに飛びました。そしてその一瞬の代償として地面に叩きつけられたのです。その時地べたはどんな顔をしていたのか雷号丸には見えませんでした。ただ頭の上を真っ黒な地べたの影が通過して、そして落ちていったのが見えただけでした。鶏としての最初の飛翔、そしてその失敗による死の栄光は地べたのものでした。雷号丸はただの臆病な鶏たちの中のただの一羽にしか過ぎませんでした。それから何日かして雪が降りました。雪は大地を真っ白に染めました。雷号丸は何かを地面に見つけます。それはポツンと小さく地面にありました。赤い実です。あの大嵐の時に落ちた赤い木の実が雪の白さで浮き上がって見えているのでしょうか。それにしては少し不自然でしたが、このところ食べ物も少なくなっていましたので、雷号丸はその実をついばみます。すると少し先にまたポツンと赤い実が落ちているのが見えました。さらにもう一つ、そしてもう一つ。気がつくと雷号丸は赤い実に誘われてあの丘の上に立っていました。下の世界は真っ白でした。通りがかりに下から見上げる鶏も何羽かいましたが、雷号丸を気にかける様子もありません。雪は降り続いていました。飛びたい。雷号丸は思いました。赤い実を食べたせいでしょうか、それともこの白い雪のせいでしょうか。それはわかりません。でも雷号丸は今心底そう思ったのです。空を飛びたい。誰のためでなく、栄光や記録のためでなく。雷号丸は飛び立ちました。翼を力いっぱい羽ばたかせて。あんまり激しく羽ばたいたので、羽がたくさん抜けて飛び散りました。世界は真っ白で、どちらが上なのか下なのか、一瞬雷号丸はわからなくなりました。でも、力を緩めることはありません。雷号丸は飛んだのです。誰にも知られず、何の祝福もありませんでしたが、確かに雷号丸は大きく、白く、美しく見えました。終わり。